で、今4つぐらいのジムを回して使ってるんですね。1週間に4箇所別なジムに行くんですよ。5日間筋トレする、ジムに行って筋トレする日があって、で、4つ今行ってるジムがあるんで、日によって使い分けてるっていう感じです。なんでかっていうと、やっぱり使いたいマシーンとかが、その店舗とかそのジムによって違うじゃないですか。なので、最初はやってたんですよ。じゃあ今日は背中の日だから、このマシーンはここの店舗でやって、で、ここで背中のこの種目終わらせたら、まだ背中やりたいから他の店舗に行って、このマシーンここにしかないからって言って、移動タクシー使って2店舗はしごするみたいなこともやってて、でもこれパンプは冷めるし、なんかすごい非効率的だなと思ったので、それはもうやめたんですよね。で、じゃあどういうやり方に今なってるかっていうと、じゃあ今日はこのジムに行きます。で、このジムにある、にしか置いてないやりたい種目、マシンをやるっていう感じになったんですよ。だから今日はこの店舗に行くから、じゃあ胸はこのマシン2つやって、で、背中はこのマシン1つやって、足は、レッグカール、レッグエクステンション、ここ揃ってるから、ここでやっちゃって、みたいな形で、今日はこの店舗に行って、このマシンがあるから、それをやるみたいな形になってるんで、もうめちゃくちゃです。もうめちゃくちゃなサイクルというか、サイクルもクソもないぐらい、もうこのジムに行くから、ここでやれるものは全部やるっていう形で行くので、分割もクソもないっていう形です。でもただここで皆さんに伝えたいのが、それでも僕は今、過去最高の体を作ることができています。筋量も増えてきてるし、やっぱり目に見えて体のアウトライン、シェイプが変わってきたなっていうふうに感じるので、ここで言いたいのがやっぱり先ほども言ったんですけど、そこまで理論にとらわれない、そこまでこうしなきゃいけないみたいなのにとらわれると、結構自分で苦しくなっちゃうと思うんですよ。スケジュール管理だったり、人付き合いだったり。なので、もうちょっといい意味で緩くトレーニングの組み方っていうのはやっています。ただ、トレーニングに入ったらしっかり追い込む。出し切る。上がらなくなるまでやるっていうのが、やっぱりすごく大事なことなんで、あんまり分割の重要性っていうよりも、やっぱりそのセット、そのレップにどれだけ出し切れるかっていうところの方がもっと大事になってくるので、皆さんもちょっと自分のスケジュール組で結構窮屈に、精神的に窮屈になってる方は、もうちょっと肩の力を抜いて楽に考えてトレーニングやってみてもいいのかなと思いますね。なんかそういった分割とかスケジュールの組み方で変にストレス溜めてほしくないっていうところがあるので、やっぱりね、辛いことをやりに行くんですけど、その中でもやっぱ楽しみ、楽しさを感じながらやるってことがすごく大事になってくると思います。やっぱり継続できることが一番大事なので、一番継続しやすい形でやるっていうことが大切になってくるのかなというふうに思います。トレーニング時間ですね。トレーニング時間に関しても、特になんか1時間以下で収めなきゃいけないとかって結構ちょっと前だと言われてたと思うんですけど、そんなのはもう気にしてないですね。やりたいものをやりたいだけやるって形なんで、最低でも1時間半はいます。長い時だと2時間ぐらいになる日もあるんですが、だいたい2時間以内では全部収まるっていう感じですね。やっぱりその1時間半ぐらいやってくると、パフォーマンスが落ちてくる、精神的にも肉体的にもやっぱり疲労が溜まってきてるので、もうエネルギーも出し切ってくるタイミングなので、1時間半ぐらい経ってたら、そろそろ切り上げようかなっていう感じですかね。その日によってやっぱ調子もあると思うんで、元気な時は2時間やりますけど、だいたい1時間半から2時間ぐらいかなっていう感じですね。で、僕がやっぱりそのトレーニング始めた頃に知っておきたかったなっていうことは、やっぱり今日話してるような内容なんですよ。やっぱり始めた当初って、誰かがやってる人が言っている理論を取り入れ始めて、なんとなくやってみ始めてるっていうところだと思うんですね。トレーニング始めたての頃って。で、なので僕もやっぱり分割でやってたし、5分割とかでやってて、週1回しかだからその対象筋が回ってこないわけですよ。胸だったら週1胸、足、週1足。で、5日間で回すみたいな形だったんで、それだと僕は、まだトレーニングやり始めの頃って、
トレーニング自体が下手なんですよね。当然重量もまだ扱えてないし、そのマッスルコントロールですね。ここの脳とこの大正筋へのそのつながりっていうものまだまだ弱いんで、週1回だけしかそこの部位をトレーニング練習できないって考えると、かなり非効率的かなって僕は思います。僕がもしこの知識、今の経験を持ったまま過去に戻れるんだったら、もう本当にやりたいものをやりたいだけスタイルっていう形で、筋肉痛ないところに関してはどんどんやっていくっていう手法を取った方が、ほぼ毎日そこの部位を使ったトレーニングを繰り返し行っていけるので、かなり高頻度でそのトレーニングをする機会が増えるので、どんどんその動きがやっぱり良くなっていくんですよ。ちょっとここ修正した方が入りやすくなるとか、そういう細かなテクニックというか、そういうものが自分で分かってくるんですね。それをこう考えると、やっぱり全身のこの頻度を上げて、とにかく練習して上手になっていくっていうことが、やっぱりもっともっとその狙った場所に刺激を入れられるようになってくると思うんで、そうですね。僕が10年前に戻れるんだったら、今みたいなスタイルでやりたいなっていうふうに思いますね。僕もこうやっていろんな右に行ったり左に行ったり、いろいろこう遠回りしながら行き着いた結果なんで、今のそのトレーニング法が自分に合ってるなって思うのであれば、そのままやっていけばいいと思うし、ちょっと新しいの試してみたいなって思う方は、新しい視点というか、別角度での視点でこういうトレーニングもやってみてもいいのかなっていうふうに思います。で、僕のその意識の中に明日トレーニングできるかわからないっていうところがあるんで、今日はやれるものをやりたいだけ、やれるだけやりきるっていう考え方になったんですね。これを言うとなんか大げさに聞こえるんですけど、明日死ぬかもしれないじゃないですか。どうなるかわかんないですよね。突然そういうことが起きるかもしれないんで、そういうことをやっぱり頭に入れながら、明日やれないかもしれない。どうなるかわからないから、今日はやれるものをやりたいだけやりきるっていう考え方になりましたね。僕の考え方って本当に死ぬまでトレーニングし続けていたいっていうところがあるんですよ。で、そこで自分の体の最高到達点はどこまでいけるのかっていうところを今自分で実験してるっていう形なので、やっぱり明日やればいいやって思いたくなるんですけど、そこをもしかしたら明日できないかもしれない。それは別に忙しくなるかもしれないし、その用事が入るかもしれないっていうところがあるんで、明日できないかもしれないから今日やれるものをとことんやろうっていう考えがやっぱり根底にあって、こういうはちゃめちゃな理論だってないそのトレーニングの組み方に今はなってます。今日は以上です。